もう本心でやってらっしゃるじゃないですか、ももなちゃん。そこがまた素敵というか、高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは気を取り直していきたいなというふうに思うところでございますけれども、ミーアイさんたちのパフォーマンスを見て、ランちゃんですね。もうすごいわ、ランちゃんは。僕ランちゃんを見てて本当にすごい方だなって思うのは全力のところですね。ダンスがこんなにうまいのに全力で踊るっていう、ランちゃんぐらいのレベルの方だったらおそらく効率的な踊り方とか、少しその負担の少ない踊り方とか、そういうことも絶対できる方なんですよね。なんだけれどもそれをあえてしないで常に 100% で、限界を突破しようとするそのパフォーマンス、あとはその表現に対して、こういうドキドキしたい、ワクワクしたいの部分のこういうところの表情だったりとか、リープハイの部分のこの顔に持ってきた時のキャッっていうところだったりとか、全てにおいてマックスで 100% やりきるっていうその姿勢ですね。ダンスに対する向き合い方がもう本当に素晴らしいというか、だからダンスやってる人たちからすると余計にそのランちゃんの、姿勢の部分に感銘を受けるというか、自分も頑張らなきゃなっていうふうに思えるじゃないですけれども、なんか私生活においてもそうですよね。なんかちょっとこのぐらいでいいかなとかっていうんじゃなくて、隅々までちょっと拭いとこうかなとか、ちょっとめんどくさいな、でもランちゃん 100% 踊ってるしなって言って、もうちょっと頑張るかみたいな、もうそのぐらいのなんでしょう、モチベーションになるというか、なんですイチロー選手が妥協せずにずっと練習してるのとかとそうです、一緒ですけども、やっぱり一流の人だからこそ最後の最後まで絶対手を抜かないっていうことなのかというか、だから一流なのかなっていうね、どっちが先かっていうのはちょっとあれですけども、もうそのぐらい本当にランちゃんのこの姿姿勢、本当に真面目な方なんだなっていうふうにも感じますし、もう信頼しかないですね、ランちゃん。もうランちゃんなら大丈夫って思えるぐらい、だからこそ宮井さんたちのパフォーマンスには太鼓判を押したいというか、絶対的な信頼がありますし、皆さんの個性もそれぞれの良さをそのまんま伸ばしていいんじゃないってやっぱり思えるのはランちゃんがいるからっていうのもありますよね。そして最後ね、ももなちゃんの話をして終わろうかなというところでございますけれども、ももなちゃんのやっぱり見たことないなってやっぱり僕がシンプルに感じたのは、やっぱりラストのこういうドラマチックな表現の仕方というか、もう本心でやってらっしゃるじゃないですか、ももなちゃん。そこがまた素敵というか、本当にステージに立つ、そしてダンスを踊る、歌を歌うことに全力をかけてるというか、人生をかけてる。でその人生の主人公になるっていう、その自分の人生なんだけれども、そこに対して感情移入をしてるっていう、ちゃんとその工程を一個踏んでるところが素晴らしいなっていうふうに思うというか、だからこそ僕たちは普段見ることのないとかいうか、普段は見られない景色が見れる、ももなちゃんを通じて見ることができるというかっていうところに対して、ももなちゃんを見てると、そういう自分の人生にまっしぐらな姿を本当に人生の中でやってらっしゃるっていうのが伝わってきて、だからこそ見たくなる、で応援したくなる、そんなももなちゃんの踊る姿をもっと見たい。でどんな世界に行くんだろう、これからどんな景色を見せてくれるんだろうっていう、船に一緒に乗ってる感じですよね。もうももなちゃんにしか多分できない踊り方ですね、ここまで来ると。でこういう踊り方を逆に言うとされてる方ってあんまり多分多くないような気もするんですよね。でそれがもしかしたらそのハロプロさんっていう畑で培ってきたマインドなのかっていうところは気になる部分ではあるんですけれども、スタイル、骨格、肩骨盤のはまり方、パワーの部分、あとはそのマインドセットの部分、そのももなちゃんのドラマチッ
力がやっぱりアウトプットが可能なだけのそもそもモビルスーツを着てるっていうところですね。ちょっとガンダムの例えになってしまって申し訳ないんですけれども、たまに話すんですけど、やりたいこととかアクロバティックなことしたいとかダイナミックな動きしたいってなった時に、それがそもそも可能な体に乗ってるかどうかっていうところがまずあるんですよ。でももなちゃんの場合はその抱いてる野望野望、そのスケールの大きさとフィジカルが追いついてるっていうところがすごく恵まれてるポイントかなっていうふうに思うので、シャーやったるでって言ってあーってやった時にできる体なんですよね。でそこには筋力の強さだったりとか、骨格だったりとかっていうのがやっぱりあるので、手足の長さだったりとか、そこをもう存分に生かしていただくっていうところと、あとはその体の使い方というか、操縦の仕方ですね。夢木先生もおっしゃってましたけど、強くいく部分と一個引く部分とっていうところはまさにその乗ってる高性能なモビルスーツに対してめちゃめちゃだから戦えるっていうか、トランザムシステム搭載してるみたいな感じなんですけども、ごめんなさい、ガンダム00です。でそのトランザムをちゃんと起動できるかどうかっていうところとかね、これはやっぱり乗ってる人の操縦するやっぱスキルっていうところに関わってくるので、おそらくその辺りの話をこの前されてたんだろうなっていうふうに思うところがありますね。ももなちゃんは多分うおっしゃーってなってガーンってバーンっていくタイプだと思います。だからこそその引きの部分っていうところのバランスっていうんですかっていうところが逆に見ものになるというかコントラストになるんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっとだから R&B とかそっち系のニュアンスみたいなものが色濃く出てくると R&B とかあとグルーヴ感、東京ガールとかちょっとそれに近かったかななんていうふうに思うんですけども、あの辺りのニュアンスがまた見えてくるとこっちとしてはもうやべってなるっていう方でもございますね。